値段はマジあんまり変わらんねんけど値段このやるやつと、このいいよ超えとるよ。はい、入れといてください。はい、はい、わかりました。16のか、まあ14個。毎日来てます。はい、北陸なんで甘エビとか、あとこっちで取れる地物の魚多めに使って、さっきのマハタとかも輪島で取れたものとか七尾で取れたものとか使ってます。大学の最後の1年間をその畑中でバイトしてて、調理補助やってみないかって言われて調理補助に入ったんです。でなんかそれが楽しかったから、今のオーナーの畑中さんにちょっと働いてみたいですって言って、そしたらいいよって言ってくれて、そのまま。私自身がすごいお寿司大好きで、もうお寿司自分で握って自分で食べれたら最高じゃないと思って入りました私は畑中さんからなんかいろいろ魚のさばき方とか寿司の握り方とか味の付け方とかを教わりました。私入社っていうかこう本格的に包丁を持ったのがコロナの始まった年、その年でもうお店も営業できないみたいななって、テイクアウトを1年間だけしてたんですよ、このお店。その時にサバの棒寿司とアナゴの棒寿司をやっとって、永遠にサバとアナゴをさばくみたいなしてて、それでさばけるようになった、そんな感じですね。今は石川県の加賀飛びっていうお酒の福水屋さんというところで百年水っていう水がお酒作るのに使ってる水あるんですけど、それ汲みに行ってそれで基本的に出しとる水とかは使ってます。
ちょっといろいろやばい。絶対やばい。いや、さすがに無理ですこれは。断れないと思ってるんだ。いつもやったら嫌やって言うんやけど。まだ2時間ぐらいかなっていう、その時の出具合にもよるんですけど、今はまだですね。漬物みたいなのいろいろなんですけど、塩で揉んで水分出すんですけど、背中って手で握って繊維を押すとすごい香り立つんで、包丁で切らずにもう手でちぎる人もいますね。成功です。これ金沢いいですね。天気以外静岡ってずっと晴れてるんですけど、曇りとか雨とか多くて、それぐらいですかね、嫌なところ。ご飯が全部美味しいですね。お米も美味しいし、魚も美味しいし、海が違うんで静岡と取れる魚も違ったりして、それはすごい楽しいですね。
作ったその日に使いたくなくて一回冷まして次の日もう一回ちょっと火かけてから使うって感じです。今欲しい。味見してもうちょい欲しいなって時はさっきお願いします。その水によってもやっぱり出方も違うので、鰹節が何を使ってるかとか昆布の出具合とか、昆布が強すぎても鰹が弱かったらバランスが悪くなったり。できた当初はなんか外国人をメインにみたいななってたんですけど、でもやっぱ外国人メインにしてたらやっぱねコロナかかった時とかね、そういうことになっちゃうんで、地元の人にも気軽に来ていただけるようなアットホームな感じかなって勝手に私は思ってます。これも小岩さんに教えてもらったんですけど、
張しますね。チップスにして8寸につけようかな。ここはもともと古民家だったんですよ。一番最初はお魚屋さんやってて、そこに看板があるんですけど、今2階に住んでる大家さんの家族もともとご先祖様が魚屋を始めたらしいです。古民家をリノベーションしたっていう感じなんで、土壁だったりとか扉の感じとか梁とか柱の位置だったりとか独特かなって思います。マロさ、はい、出してもいいじゃん。進めろ。進め
それのまあ、くずでちょっと固めたお豆腐になってます。ちょっとオイルと柚子とかかってます。からなんかその野菜とか全然手込んでる。あれがどっちやろうか。難しい。まあその味付けが濃い薄いとかって言ってるわけじゃなくて、本当になんか今日みたいなさ、そのなんか。寒ぶりを、わらしをたたきにしております。白身は本日7個で揚がったヒラメを軽く昆布締めにしてます。わさび醤油みたいな感じなんで、お魚と一緒に食べてもいいですし、そのまま食べてもお酒すごい進むと。だけど、ありがとうございます。めっちゃ美味しい。よろしくお蓋を開けてこちらが毛ガニの新庄で、上にはお野菜でインゲン豆、お出汁がカツオと昆布の一番だしで、香りで柚子なんかは少し削ってます。失礼します。カニを感じる。やばいね。めっちゃカニやば。お料理に合うお酒だと思います。
これ。可愛い。続きまして、まず小鉢の中に入っているのが能登で採れた岩もずくをお酢につけたもずく酢になってます。でその隣がお口直し金沢の五郎島って場所で採れたいちごとほうれん草を白あえにしています。詰め小肌の薬味巻きでして、中にきゅうり、みょうが、九条ネギ、大葉入れて巻いてます。上から自家製のからすみを削ってますので、一緒に食べてもいいし、スプーンでからすみ地酒がいいとか、こういう味が好きとかあったら、基本全部純米吟醸。なるほど、はい、純米であれば。あと地酒で言ったら、奥能登の方で作られてるお酒なんですけど、白菊は純米吟醸ですけど、こっち純米酒で。あんこで、はい、何種類か飲みたいんで、あんこで。やっぱり。ちょっと回って。木本っていう作り方で日本酒の酵母を添加しない作り方なんですけど、江戸時代ぐらいから採用されてる、醸造方法なんですけど。お味噌を使って、本当は住んでるやつだと、ある種お米のそういうタイプ。
サワラを味噌漬けにして、ソース塗りながら炭火で焼いてます。で手前が能登115の石川県のしいたけ焼いたものですね。あ言わないそうして分かる分かる。2時半ぐらい来る。はい。はい。こんばんは。こんばんは。最後手渡しでうなぎになってます。はい。うなぎ。はい。美味しそう。こちら8筋ですね。小鉢の中に入ってますのが。はい。お待たせしています。